こんにちは。ゼロから行政書士第50回です。前回は売買と契約不適合責任を学びました。手付の仕組みと貸しの4つの手段を整理しました。今回は物を貸し借りする契約に入っていきます。テーマは賃貸借とその他の典型契約です。賃貸借は暮らしにも身近で試験でも品質です。主観や賃借権のルールを一緒に見ていきましょう。肩の力を抜いてじっくり理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、賃貸借という契約です。対抗力や賃借権の譲渡、転貸などを扱います。二つ目は、敷減と現状回復義務です。退去の時によく問題となる部分です。三つ目は、その他の典型契約です。使用解釈や消費解釈、政府や委任を確かめます。それでは早速始めましょう。はじめに賃貸借という契約を確かめます。賃貸人が自分のものを相手に使わせる契約です。そして賃借人がその賃料を支払います。使用と賃料が向かい合う総務契約です。対価をやり取りする有償契約でもあります。合意だけで成立する諾成契約でもあります。一時的ではなく続いていく関係が前提です。賃借人は終われば物を返す義務を負います。この貸して返すという流れが基本の形です。次に賃借権の対抗力を見ます。借りている間にそのものが売られることがあります。この時、新しい所有者に権利を主張できるかです。賃貸借を登記すれば新しい所有者にも対抗できます。もっとも登記される例は多くありません。賃貸人には登記に応じる義務がないためです。そこで借地借家法が借主を手厚く保護します。建物の借主は引渡しを受けていれば対抗できます。住まいを守るための大切な仕組みと言えます。続いて賃借権の譲渡と転貸です。転貸とはいわゆる八百貸しのことです。借主が別の人にさらに貸すことを言います。これらには賃貸人の承諾が必要です。承諾を得た転貸なら転借人も適法に使えます。無断で第三者に使わせると解除の対象になります。ただし、判例には大切な例外があります。信頼を裏切らない特段の事情があれば解除できません。この信頼関係を壊すかどうかが判断の軸となります。次に、賃貸人たる地位の移転を見ます。対抗力を備えた不動産が売られた場合の話です。この時、賃貸人の地位はどうなるのでしょうか。原則として新しい所有者へ当然に移ります。借主の承諾は特に必要とされていません。借主はそのまま新しい所有者に賃料を払います。ただし、新しい所有者には一つ条件があります。賃料を請求するには所有権の登記が必要です。誰が本当の貸主かをはっきりさせるためです。ここからは敷金について学びます。敷金とは賃借人が賃貸人に預けるお金です。賃料の未払いなどに備える担保の役割があります。退去の時、部屋の補修費などにも充てられます。契約が終わった時、清算が行われます。未払いの債務があれば、そこから差し引かれます。そして、残った額が賃借人に返されます。返すのは、物を明け渡した後とされています。明渡しが先で、敷金の返還は後という順番です。この前後の関係が試験でよく問われる点です。次に、賃借人の現状回復義務です。退去の時、物を元に戻す義務のことです。受け取った後に生じた損傷がその対象です。ただし、すべてを負担するわけではありません。普通に暮らして生じる損耗は含まれません。
時間の経過による経年変化も同じです。日焼けや家具の設置跡などがその例です。自分に責めのない損傷も回復しなくてよいのです。どこまでが借子の負担かが実務でも争われます。ここで賃貸借の存続期間を確かめます。賃貸借には契約できる期間に上限があります。現在、その上限は50年とされています。以前はより短い期間が上限とされていました。近年の改正で上限が伸ばされたものです。期間は更新できますが、上限は変わりません。更新の後も同じ上限がかかることになります。この数値は最新の教材で確認しておいてください。続いて2つの貸借を比べます。1つ目は使用貸借です。無償で物を借り、その物自体を返す契約です。友人から無料で本を借りる場面などです。2つ目は消費貸借です。借りたものを消費し、同種同等のものを返します。お金の貸し借りがその代表例です。利息を取るには特約が必要とされています。賃貸借と違い、無償である点が使用貸借の特徴です。ここからは役務型の契約に移ります。役務型とは人の働きを目的とする契約です。その代表が政府と委任です。政府は仕事の完成を約束する契約です。建物の建築を頼む場面などがその例です。委任は事務の処理を任せる契約です。手続きの代理を頼む場面などがその例です。政府は結果を、委任は過程を重んじる契約です。この2つの違いを次で詳しく見ていきます。政府と委任の要点を確かめます。まず、政府です。政府人は仕事を完成させる義務を負います。完成したものに問題があれば責任を負います。次に、委任です。受任者は善良な管理者の注意をもって処理します。これは無償で引き受けた場合でも同じです。また、各当事者はいつでも解除できるのが原則です。政府でも注文者は損害を賠償して解除できます。結果を目指す政府と事務を託す委任の違いです。ここで今日のクイズです。試験の返還について正しいのはどれでしょう？ A は明け渡す前でも返還を求められるです。B は目合わしの後に残りが返されるです。C はどんな場合でも全額そのまま返されるです。少し考えてみてください。正解は B です。目渡しが先で、その後に清算した残りが返されます。未払いがあれば、式名から差し引かれるのでした。それでは、今日のまとめです。一つ目は、賃貸借です。登記や借地借家法で第三者に対抗できました。二つ目は、敷人と現状回復義務です。敷人は目渡しの後に清算して返されました。通常損害や経年変化は借主の負担の外でした。三つ目は、その他の典型契約です。政府と委任の目的の違いを抑えましょう。ここまで賃貸借とその他の典型契約を学びました。対抗力や敷金、現状回復義務を整理しました。政府と委任などの役務型も確認できました。次回は契約以外から生じる債権に入っていきます。テーマは事務管理と不当利得です。頼まれず他人のために動いた場合などを扱います。今日の典型契約もしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。